こんにちは、村雲です。今回の動画では、先日トヨタ自動車より発表された新型プリウスの内外装の紹介、およびグレード選択時の注意点をまとめましたので、購入予定の方の参考となれば幸いです。おまけとして、東京スサロンにて展示されていたカスタム仕様もご紹介いたします。それではご覧ください。まずはグレード展開についてです。新型プリウスのグレード展開はご覧の通りとなっており、ベースグレードの G、上級グレードの Z、キント専用グレードの U となっています。車両本体価格はご覧の通りとなっており、上級グレードの Z の場合、込み込みで考えると500万円近くになることを考えると、2リッターハイブリッドが搭載されることも考慮すると、プリウスの位置づけがより上級志向となっていることがわかります。また、U グレードに関しては、キント専用グレードとなっていることもあり、月額が 16,610 円からとなっています。このキントの特徴としては、購入してからもソフト面、ハード面ともに機能がアップデートされていくことであり、車両の価格が下がりにくいことが考えられますので、コスパに関しては判断が難しいところですが、保険料が高めとなってしまう若年層の方たちにはお得ではないかと思います。続いてパワートレインについてです。新型のプリウスにはご覧の通り大きく分けて3つのパワートレインが設定されており、 1.8 リッターのエンジンとモーターを組み合わせたハイブリッド仕様、2リッターのエンジンとモーターを組み合わせたハイブリッド仕様、2リッターハイブリッド仕様のバッテリーを大型化し、外部充電可能とした PHEV 仕様があります。PHEV 仕様に関しては3月以降の発売開始となっており、装備面など詳細は不明ですので、改めて判明次第紹介いたします。 1.8 リッターハイブリッド、2リッターハイブリッドともに組み合わされる不動方式としては、2に加えて電動4駆である E4 が設定されているため、雪道での走行場面が多い方にも安心です。 1.8 リッターエンジンのハイブリッド仕様は現行のプリウスにも採用されていますが、こちらは特にモーター関連のユニットの世代が最新世代のものへと置き換わっており、新型のはボクシーや先日年次改良が行われたカローラシリーズに採用されたものとなっています。結果としてシステム最高出力が140馬力と先代に対して 14% アップしており、その上で 32.6 キロという優れた低燃費が実現されているため、コスパという面でも非常に優れたパワーユニットであると思われます。ただ、注意点としては、この 1.8 リッターハイブリッドユニットは U グレードのみの設定となっており、キント専用のパワートレインとなっています。まだ車のサブスクが普及しておらず、購入のハードルが高いと思われるため、一般販売のグレードに設定されていないのが残念であり、注意です。2リッターエンジンのハイブリッド仕様に関しては、新型プリウスから初採用される今回の改良の目玉といえるパワーユニットとなっています。モーターユニットに関しては 1.8 リッターハイブリッド仕様のものと同じものを採用しつつ、 TNGA 技術を採用した新世代のエンジンとなっており、エンジン自体の熱効率も限界まで高められたものとの組み合わせとなっています。結果としてシステム最高出力が193馬力と現行の約 1.6 倍を実現しつつ、現行同等の燃費性能が達成されています。エンジン排気量アップのメリットとしては、加速に対するエンジンの余裕処理もあると考えられ、追い越し時の加速などのレスポンスの高さや正確性の高さなどが 1.8 リッターハイブリッド仕様を回る点であると考えられ、より高級な走りが実現できているものと思われます。続いて内外装飾についてです。まずは外反色についてです。新型プリウスには新規外反色のグレー系のアッシュ、イエロー系のマスタードを含む全6色が設定されています。シルバー系のカラーが設定されていないことが意外ですね。先代プリウスに設定のあった赤外線を反射し、車室内の温度上昇を抑え、エアコンの使用頻度を落とすことで燃費アップに貢献するサームテクトライムグリーンの採用がないため、新型プリウスが燃費スペシャルな車の立ち位置を変えようとしている点が伺えます。注意点としては、グレードによって
選択できる外反色が異なる点であり、G グレードではレッドとブルーが選択できず、U グレードではマスタードが選択できないため、グレード選択時は注意です。内装色に関しては、ご覧の3バリエーションが設定されており、ブラックにシルバー系のアクセントがあるもの、レッド系のアクセントがあるもの、そしてモノトーンのものがあります。レッドのアクセントを配することで、スポーティーな印象を与えるバリエーションが設定されていることからも、コモディティ化ではなく、ドライバーズカーとしての魅力を高める意図が感じられます。注意点としては、外反色同様、グレードにより選択できるカラーと素材が異なることであり、Z グレードの場合、ブラックとブラックレッドのコンビネーションが選択でき、加えてシーツ素材が合成比較となっています。それに対して G グレードはブラックのみのカラー選択となっており、シーツ素材が上級ファブリック、U グレードはブラックとブラックシルバーのコンビネーションが選択でき、シーツ素材がファブリックとなっています。素材に関しては U グレードのファブリックとオプションで上級ファブリックと変更可能ですが、 G グレードでも合成比較へ変更できないため、カラー選択と合わせて注意です。今回紹介する展示車の仕様についてです。グレードは Z グレードであり、パワートレーンは2リッターハイブリッドの肉仕様、外反色は新色のアッシュであり、内装色はブラックのモノトーンであるグラディエントブラックとなっています。外観紹介、まずはフロントフェイス周りからです。特徴的な面としては、ハンマーヘッドをモチーフとした切れ長のヘッドライトであり、BZ4X や新型クラウンといったモデルと共通した先進的なフロントフェイスとなっています。このシャープなヘッドライトに合わせるように、ボンネットの突き出しも非常にシャープになっており、A ピラーからフロント先端までが一直線に傾斜しており、空力特性の向上に加え、スポーティー化の演出もなされております。こちらのヘッドライトは、ハイビームとロービームを外のライトで実施するバイビームヘッドライトが採用されていることで、ライトユニットの小型が実現されています。このライトユニットは全てのグレードで共通であり、このシャープな見た目がグレードに関わらず担保されているのはいいところですね。細かいところですが、トヨタエンブレムもこれまでのハイブリッド車に採用されていたブルー背景のものではなくなっていますね。この辺りからもハイブリッド車は特別なものではないという意思表示を感じます。フロントグリルの開口幅もフロントフェイス下部に最小限で開口されているなど、これまでのプリウスのみの個性あるフロントフェイスではなく、昨今のトレンドに準じたフロントフェイス周りとなっていることで、幅広い世代に受け入れやすいデザインとなっていることと思います。質感に関しても Z グレードであるため、グリル周りなどピュアノブラックで塗装されており、非常に高い質感が担保されているものと思います。注意点としては、このピュアノブラック加色は Z グレードのみであり、G、U グレードはピュアノブラックの部分が艶出しのブラックとなるため注意です。改めてフロントフェイス周りを見ると、シャープなデイラルで縁取られたヘッドライトや突き出したボンネットのラインなど、空力を意識した機能美あふれるデザインとなっており、プリウスとは思えない見た目で欲しいと思えるデザインとなっています。サイドのデザインはこのようになっており、ボディサイズは全長 4600mm、全高 1430mm、全幅 1780mm、ホイールベースが 2750mm となっています。この数字を先代と比較すると、全長プラス 25mm、全高マイナス 40mm、全幅プラス 20mm、ホイールベースプラス 50mm となっています。この比較からも分かるように、新型ではよりロー&ワイドのシルエットが強調され、スポーティーかつ空力特性の良い車両へと進化しています。フロントオーバーハンが延長されたこと、また A ピラの角度が極限まで寝かされていることで、車両前方から後端になるまでのこれまでプリウスが採用していたワンモーションシルエットがより強調されていることがよくわかります。このデザインは空力的にももちろん優れていることと思いますが、前高が避けられたことによりエコのためのデザインというわけではなく、純粋にかっこいいシルエットへと昇華されているように思います。
また、リアのドアハンドルが C ピラー付近に格納されていることで、リアフェンダー周りがすっきりしており、プレスラインは入っていませんが、リアドア付近からフェンダーにかけての盛り上がりが斜めから見るとより顕著になっていることがよくわかります。懸念点としては、前高ダウンにより居住空間が狭くなっているかもしれない点ですが、ホイールベースが延長されていることとヒップポイントがダウンしていることで1000台以上の居住空間が確保されているそうです。この辺りは後ほど内装紹介でお届けします。グレードごとの違いとしては、ホイールアーチや B ピラーなどが Z グレードではピュアノブラック、それ以外のグレードでは艶なしのブラックとなるため、見た目の質感に差が出てくるところですので注意です。ホイールデザインはこのようになっており、サイズは 195-50R19 インチとなっています。このデザインは Z グレードおよび G グレードの標準装備のものとなっており、その他のグレードのホイールデザインはご覧の通りであり、Z、G グレードでも17インチホイールが選択できることと、U グレードでは17インチホイールしか選択できないことがポイントであり注意です。リアのデザインはこのようになっており、こちらに関しても昨今の流行りを採用した一文字のテールランプが先進感を演出しており、クラウンや未来と共通性があることで高級感があり、車格が上がったようにも思えます。マフラーは隠されるデザインになっており、下部の樹脂パーツもフロント、サイド同様、Z グレードではピュアノブラック調に塗装されており、高い質感担保されていますが、G、U グレードでは艶なしブラックとなるため注意です。その他特徴としては、社名のロゴが大きく装備されている点と、ハイブリッドのエンブレムが変更されている点が印象的でした。リアガラスのなだらかな傾斜は空力特性の良さを感じられ、若干のダックテール系図となっていることがサイドのシルエットのスポーティー感を強調していることがよくわかります。また、先代までのプリウスで採用されていた分割式のリアウィンドウではなくなっていることで、前高は下がりましたが、後方視界としてはアップしているかもしれません。続いて内装紹介。まずはトランク色々からになります。こちらのパワーバックドアは Z グレードのみの装備となるため注意です。こちらがトランク色々となっており、必要十分な容量が担保されているように思いますが、リアデザインで紹介したようにリアガラスが非常に傾斜しているため、高さのある荷物は乗せづらいかもしれない点と、トランクの床と開口部に大きめの段差があるため、荷物の出し入れ時に荷物を持ち上げる必要がありそうです。床下収納としてはほとんどなく、パンク処理キットなので埋まってしまいそうな印象です。右サイドにはリレーボックスのような謎の出っ張りがある点が注意であり、左側には外部給電用のアクセサリーコンセントが全グレードにて標準装備となっています。こちらが鉱石を倒した状態となっており、段差がなくフラットに近い状態となっているため、緊急時には非常に広大かつ使い勝手のいいディスク空間が担保できそうです。続いて運転席周りについてです。ドアの内張りはこのようになっており、大部分がソフトパッドで覆われており、ドアノブ周りは異なる色合いの素材が使われており、ドアノブもメッキ塗装がされています。持ち手周りにもソフトパッドがあしらわれており、ウィンドウスイッチにメッキ箇所が補助されていたりと、質感の高さを感じます。また、ドアの近くにシートメモリーのスイッチが配置されていますが、こちらは Z グレードのみの装備となっている点が注意です。乗り込みについてですが、デザインが優先されたボディケージとなっているため、ご覧の通り、ルーフがかなり傾斜しているため、少しかがみ込むような乗り込み姿勢となります。ただ、こちらの対策として、高級車の装備である運転席乗り降り用のオートスライド機能が Z グレードには装備されており、なるべくスムーズな乗り降りができるよう配慮されています。ただ、こちらも Z グレードのみの装備となるため注意です。ステアリングのデザインはこのようになっており、こちらは先日発売開始された BZ4X と
同様のデザインとなっています。左側にオーディオなどの操作系、右側に運転支援系のスイッチがまとめられたシンプルなボタン配置となっています。このステアリングに関しては特にメッキ加色などはなかったですね。またステアリングヒーターに関しては Z グレードには標準装備、 G グレードは装備できず、 U グレードにはオプションとなっているため注意です。メーターに関しては先代ではセンターディスプレイが採用されていたものが新型ではオーソドックスなメーター配置へと変わっています。ただメーターの配置の前後位置は通常のトヨタ車と異なり、ハンドルの上からメーターを見る BG4X と同様のトップマウント方式が採用されています。この方式を採用したことで目線移動がより少ない状態で車速情報などを読み取ることができるため、この機能からもドライバーズカーとしての側面を強く持っていることがわかります。ただこの仕様を採用されている BG4X を一度使用したことがあるのですが、ハンドル位置など少し慣れが必要であったので、こちらも実車の感じを一度確認された方がいいかと思います。BG4X の場合は非円形のステアリングの採用を前提とした系であるため、この方式の採用が理解できたのですが、プリウスでは非円形ステアリングの採用は予定されていないかと思いますので、この方式を採用した背景が少し謎ですね。メーター自体はフル液晶メーターとなっており、各種情報が鮮明に表示され、情報表示量としても1000台以上のものが担保されています。運転支援系の装備としては、最新のトヨタセーフティーセンスが採用されており、前走者の車間距離を一定に保って走行するレーダークルーズコントロールなどの基本的な支援に加えて、緊急時の操作支援であったり、車両の車載カメラをドライブレコーダーとして活用することで、後方からの車両の急接近を警告する機能などがトヨタ車として初採用されています。ただ、これら機能は Z グレードのみの装備となっており、安全に大きく寄与する機能であると思われるため、せめてオプションで全グレード装備可能としてほしかったところです。その他、運転支援として、車両の周囲を確認するパノラミックビューモニターが Z グレードの標準装備、G、U グレードのオプションとなっており、リモートにて車両が駐車を実施するアドバンストパーク機能が Z グレードのみの標準装備となっているため、グレード選択時は注意です。運転時の視界はこのようになっており、A ピラーとドアミラーの間には視界が確保されており、運転視界を妨げないよう工夫がされています。また、メーター、ナビ画面ともに視線の両線と被ることがなかったため、こちらも視界の妨げにはなっていません。ただ、フロントのボンネットに突起のような目印がなく、車両感覚をつかむには少し慣れが必要かもしれません。また、やはり気になったのが A ピラーの傾斜度合いですね。身長170センチかつスープラの運転視界に慣れている私でも少し圧迫感を感じるレベルでしたので、一度運転席に座ってみて体感されることをお勧めします。ナビ画面はこのようになっており、横長の 12.3 インチのナビが装備されており、レスポンスよくサクサク動いてくれる印象です。ただ、このサイズは Z グレードのみとなっており、G、U グレードではご覧の8インチナビが装備となっており、オプションでもサイズ変更ができないため注意です。その下には金属調のオーナメントに加えて、一直線にアンビエントライトが配置されています。こちらはブラックシルバーのコンビネーションではご覧の通りのブルーのライトとなっており、ブラック、レッドの内装ではご覧のレッドのライトとなり、色の変更はできないため注意です。また、このライトと予防安全系のシステムを連動させた通知システムが Z、G グレードには標準装備、U グレードにはオプションとなっている点もポイントです。その下にはエアコン操作系などのボタンが物理ボタンとして配置されており、操作性も良好でした。その下には USB Type-C のポートとちょっとした小物入れが備え付けられており、その後ろにはシフト操作の邪魔にならない位置に横向きのペットボトルホルダーが2つ配置されています。その後ろには電子式のシフトが配置されており、その周りにはパーキングブレーキやブレーキホールドボタンなどが集約されています。その横には横置きのワイヤレス充電スペースがあり、
横置きとすることでスペースが最小化され、ペットボトルホルダー位置の最適化などに一役買っています。このワイヤレス充電機能は Z グレードのみ標準装備となっていることが注意です。ただ G、U グレードにもワイヤレス充電機能もなくともスマホ置きとしてのこのスペースは確保されているものかと思いますが、実車にて確認されることをお勧めします。アームレスト内には深めの収納スペースがあり、USB ポートも2つ備え付けられています。シート形状はこのようになっており、サイドのサポート性に優れたシートであるとともに、肩のサポート性にも優れたシートであることがお分かりになるかと思います。快適装備としては、シートヒーターが Z、G グレードで標準装備、U グレードにはオプションとなっており、シートベンチレーションに関しては Z グレードのみ装備可能となっている点が注意です。続いて後席周りについてです。乗り込もうとして驚いたのが、後席ドアノブがノブを引く方式ではなくスイッチ機種となっていることです。この作動感がかなり心地よく、無駄に開閉したくなりそうでした。ドアノブの開閉にそう思えたことが初めてであり、一度ぜひ体感してみてほしいです。後席ドアの質感としてはご覧の通りとなっており、素材やドアの上のメッキ処理などは前席同様の質感が担保されていましたが、ウィンドウスイッチのメッキ処理など多少簡素化されており、前席よりも質感が多少落ちている印象でした。乗り込みに関しては前席同様、ルーフのラインなどの関係上開口幅が狭くなっており、前席のようなシートのスライド機構もないため、スムーズな乗り込みとはいかない印象です。足元スペースとしては身長170センチの私の場合で手のひら1枚分のスペースとなっており、特に問題ないスペースが確保されている印象です。ただ問題は頭上スペースであり、サイドのデザインさんに申し上げた通り、前高が下がっていること、ルーフがなだらかに傾斜している点から、私の身長でも頭上スペースに余裕がなく、高身長の方の場合の圧迫感は相当なものかと思いますので、一度後席空間を体感してみることをお勧めします。センタートンネルの張り出し具合もそれなりにありましたので、五輪乗りの際は少し窮屈感がありそうな印象です。センターアームレストはオーソドックスなものとなっており、ペットボトルホルダーが備え付けられたものとなっています。こちらは Z、G グレードには標準装備であり、U グレードにはオプションとなったため注意です。リアシートのデザインはこのようになっており、前席ごとのサイドのサポートがしっかりとしたシートではないことがお分かりになるかと思います。質感としては問題ありませんが、前席シート形状からの差分からも、今回のプリウスがドライバーズカーの側面が強くなっていることがよくわかります。今回の展示車にはオプションのパノラマルーフが備え付けられていました。こちらは Z グレードのみオプション装着可能であり、G、U グレードには装着できません。頭上スペースがあまりなく、圧迫感の解消にこの装備は有効であるかと思いますので、グレード選択の際は注意です。改めて内装の前景となります。各機能ごとに集約されたシンプルなボタン配置やアンビエントライトの採用による先進感の演出も合わさって、先代を大きく上回る質感が担保されていることがよくわかります。おまけになります。こちらが23年の東京オートスタイルに出展されていたモデリスタカスタムによるエレガントアイススタイルとネオアドバンススタイルになります。新型プリウスのスポーティなシルエットを生かしたエアロキットの採用により、プリウスに縦底となる個性を追加するオプションとなっており、非常にかっこよかったですし、ブースの盛り上がりもすごかったですね。一度検討されることをお勧めします。まとめです。外観に関しては空力特性を追求したことに裏打ちされた機能美あふれる非常にスポーティなシルエットになっており、そのシルエットに加えてシャープなヘッドライトや一文字のテールランプなどの先進装備が加えられたことで、見た目で欲しいと思える車になっていました。内装に関してもアンビエントライトを生かした予防安全装備やボタン配置の最適化によってドライバーオリエンテッドな車両への進化を感じられます。ただデザイン優先のシルエットのため、後席の居住性など人によっては満足いかない区合も多々あるかと考えられるため、一度原車に座って
確認してみることをお勧めいたします。これまで万人受けすることを目指していたプリウスが、ここまで尖った車になっているところに、プリウスの立ち位置を明確にしたいメーカー側の意図が感じられ、そのためのこだわりを如実に感じる一台となっていました。今回の動画の内容としては以上となります。このチャンネルでは他にも新型車の情報や愛車のスープラ関連の DIY 情報の発信を毎週行っております。自動車好きの方の参考となる情報を発信していけるよう努めていきますので、動画の高評価とチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。また、動画内で実施してほしい企画などありましたら、コメント欄までよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。